2026年ホテル上級会員おすすめランキング。結論。1位マリオット、2位ヒルトン、3位ハイアット。前回1位だったハイアットが4ヶ月足らずで3位に転落しました。今日はランキングが変わった理由と各チェーン今後どう使っていくべきかすべてお伝えします。今回は各チェーンを3つの軸で見ていきます。ポイントの使いやすさ、ステータスの取りやすさ、無料宿泊券の価値。まず3位のハイアットから。ポイント。ここが大きく変わりました。2026年2月25日に発表されたポイントプログラムの改定で、2026年5月から現在のオフピーク、スタンダード、ピークの3段階に加えて、アッパーとトップという上位カテゴリーが2つ追加されました。単純に必要ポイントが高い日が増えたということです。例えば、現在パークハヤット東京はカテゴリー8なので、ピークは上限45,000ポイント。新しいトップは75,000ポイント。67% も増加しています。しかもトップの設定日に特に上限は設けられてないようなので、人気のホテルだと年間の多くがトップ価格になる可能性もあります。これは本当にえげつない解約です。そもそも日本にはハイアットのクレジットカードがなくて、貯める手段がほぼ宿泊のみ。3社で一番ポイントが貯めにくい。ホテル数も世界で1300件と最も少なくて、使える場所が限られているのも弱点。次にステータス。ここは変わっていません。最上位のグローバリストは年間60泊。クレカのボーナスもないので単純に泊まって稼ぐしかありません。無料宿泊券。60泊到達の途中でカテゴリー4とカテゴリー7までの宿泊券がもらえます。制度自体は変わっていないんですが、最近カテゴリー8に上昇するホテルがかなり多くて、泊まる場所がかなり減っている印象があります。ここまでネガティブな内容が多いですが、ホテルの質は安定して高いです。ハイアットリージェンシープーケットに先日泊まりましたが、カテゴリー4ならまだまだお得に泊まれるし、グローバリストの対応は相変わらず良かったです。ポイント制度が厳しくなっても体験の質は変わっていません。これからどうするかですが、ポイントが溜まっている方は絶対に5月前に予約を入れてください。現行のポイントで予約できます。すでに持っている方は引き続き継続してもいいと思います。もし今から新しく修行してグローバリストを目指してポイントを貯めるのは正直お勧めできません。なので3位になりました。2位はヒルトン。前回の3位から浮上です。まずポイント。クレカの解約は特にありません。ヒルトンアメックスプレミアムなら100円につき3ポイント。ヒルトン系ホテルならさらに貯まる。ただし、マイルへの移行はかなりレートが悪い。出口はほぼホテル宿泊になるでしょう。貯めやすいんですが、使い道は狭い。次にステータス。2026年1月に取得基準が緩和されました。ダイヤモンドが50泊または20滞在に。あと、クレジットカードの年200万決済でも OK。3社で一番取りやすいです。さらに最上位のダイヤモンドリザーブが新設されました。入り口も入りやすいし、上も準備されています。そして無料宿泊券。ここが現在ヒルトン最大の強みです。スタンダードルームに空きがあれば、ほぼ全てのヒルトン系列で使えます。コンラッドでもウォルドーフでも使える。ハイアットはカテゴリー7まで。マリオットはポイント制。制限が一番緩いのはヒルトン。直近ではコンラッドシンガポールマリーナベイに行きました。やっぱり高級ラインは安定感が違うなって実感しました。こういうホテルに無料宿泊券で泊まれる。これは大きいですよね。これから上級会員始めてみたい方は、今一番始めやすいのがヒルトンです。クレカを作って決済修行を始めるのは大ありです。そして1位、マリオットです。去年カードが解約されたのになぜ1位なのか。ポイント。正直に言うと貯めやすさは落ちました。
年会費が49,500円から82,500円に上がり、公共料金は200円で1ポイントに低下。事業用決済はポイント対象外になりました。ただし、日常決済は100円で3ポイント、ホテル利用でポイントが多く貯まります。そして何といっても、出口の広さが3社で圧倒的です。航空マイルにレートよく交換できて、ホテル数も9,500件超。少し貯めにくくはなりましたが、貯まったポイントをどこでどう使うかの選択肢が最強です。ステータス。ここは変わっていません。プラチナはクレカ決済で取れますが、本当に体験が変わるのは50泊以上。NUA、スイートの申請権がもらえます。ステータスを下克上できる貴重な権利。W シンガポールで最高のスイートにしてもらえたのが未だに記憶に残っています。無料宿泊券。ここが今回一番のポジティブサプライズです。3月から上乗せが15,000ポイントから25,000ポイントに増えました。これで10万ポイントまでのホテルが無料で泊まれます。日程を選べば、例えば JW マリオット東京にも泊まれる。カード解約で貯めにくくなった分、この上乗せがある。カードの解約を考えていた人は、無料宿泊券の上乗せで泊まれるホテルをもう一度チェックしてみてください。いいホテルがあれば継続するのもあり。あと、ホテルにお金をかけていこうかなっていう方は、現段階では一番投資しがいがあると思います。そのまま継続で OK です。今回はそれで1位です。最後に、現在全部持っている僕自身はどうするか。まず、ハイアットはよく使うのはカテゴリー3から5のホテルです。東南アジアとかリゾートホテル。ここは現金でも取れるレベルだし、質が安定して高い。引き続きメインとして使います。ポイントは正直おまけ程度と割り切っています。なので、グローバリストはまだ続けてみます。ただ、今後さらなる解約があれば、本気で離脱を考えるかもしれません。ヒルトンは無料宿泊券で高級ホテルに泊まる枠として今まで以上に注目していきたいと思います。スモールラグジュアリーコレクションのホテル開拓するのもありかなと思っています。最後、マリオットはカードを保有し続けて宿泊数を稼ぎながらチタンを目指していきます。ポイントはここに積極的に貯めていきたい。で、正直、毎年何かしら改定があるんですよね。去年はマリオットが解約、今年はハイアット、来年はヒルトンかもしれない。なので、この動画も定期的にアップデートしていきます。よろしければチャンネル登録して最新情報をお受け取りください。あと、一番裏切られないのは好きなホテルをリピートすること。いかに大事にしてもらえるようになるか。それが全てかなと思いました。最後に皆さんはどのチェーン派になりましたか？ M、HI、HY の頭文字で気軽にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。